こんにちは。暮らしの学校は世界の名作建築を学びながら、それらの素晴らしい点を皆さんの生活やこれからの家づくりに生かすためのチャンネルです。皆さんは世界の有名建築を前にしたとき、なんとなくすごいと感じるけれど、具体的にどこが優れているのかわからない。そんなことを思ったことはありませんか？このチャンネルでは、建築家の視点から名建築の優れた点を現代の暮らしに例えてご紹介します。この動画が皆さんの日々の生活やこれからの家づくりのヒントになればと思っています。そして建築って楽しいと感じていただけたらとても嬉しいです。第1回目の授業はル・コルビュジエが設計した母の家という小さな住宅を3回に分けて学ぼうと思います。それではよろしくお願いします。東京の上野にある国立西洋美術館をはじめ、数々の作品が世界遺産にも登録されているル・コルビュジェ。近代以降の建築を大きく変えたと言われる彼は、数多くの住宅作品を残しました。今回ご紹介する母の家は、その名の通り、コルビュジエの両親のために設計した住宅です。場所はスイスのレマン湖のほとり、とても景色の良い場所にあります。作られたのは1924年、コルビュジエの初期代表作の一つです。施主はコルビュジエの両親です。完成後、父親は1年後に亡くなってしまいますが、その後、母親が1960年、101歳で亡くなるまでの実に46年間をここで過ごしました。高齢の母親が不便なく一人で心地よく暮らせた家なんだろうと想像できます。まずは、この住宅のプラン、間取りについて簡単に説明します。この図面では建物周囲の状況がわかりやすいように図面の上を南、図面の下を北としています。母の家の南側に広がるのはレマン湖です。その向こうにはアルプスの山々が広がる素晴らしく景観の良い立地です。道路は北側にあり、こちらから建物へアプローチします。玄関ホール、LDK、寝室、浴室、ウォークインクローゼット、洗濯などをする家事室、キッチン、トイレ、そしてお客さんやコルビュジエ夫婦が泊まりに来た際などに使うゲストルームがあります。廊下はなく、無駄のなくシンプルな間取りです。LDK と寝室、浴室は日当たりの良い南側に面しており、レマン湖やアルプスの風景が見渡せるようになっています。この住宅から参考にする9点のうち、今回の動画で紹介するポイントはこちらの3点です。1、単純な広さではない空間の広がりを生み出すためには、18坪ほどの比較的小さな住宅でも狭さを感じさせない。その秘訣は住む人の動き、つまり動線の計画にあります。その計画というのはどこまでも行き止まりのない回遊動線です。回遊動線というのはこのように部屋に出入り口を複数作り、入り口、出口、入り口、出口といつまでも突き当たることなく進んでいくことのできる間取りのことです。進んでいくに従って景色が変わっていく。それが途切れることなく繰り返される。そこには無限の空間の広がりを感じさせる効果があります。必要な広さの部屋を取ることばかりに目が行きがちですが、それには限界があります。このように大きな効果のある回遊動線を取り入れることも家づくりをする際にはぜひ考えてみてほしいポイントです。日常における家事などの効率も良くなるので、実際に現代の設計現場でも
かなり高い優先順位で意識されているポイントなんですよ。2、美しい景色を切り取るための開口部とは。例えば一面に広がる田園風景など、とても景色の開けた場所を訪れた時、最初はすごく感動するけれど、見慣れるうちに何でもない風景のように思えてしまう。そんな経験はありませんか？コルビュジェも四方八方に広がる景色というのはあまりにも圧倒的なので、長い時間を過ごすと退屈なものになってしまうだろうと考えました。そこで庭全体を背の高い塀で囲い、開口を設け、あえて見える景色を狭めることによって景色の見え方を操作しました。つまり室内で窓越しに景色を眺めるように、庭からも外の景色を眺めることのできる穴を塀にうがったのです。開口部のそばにはテーブルや椅子を置くことによって、そこは緑あふれる今のような空間となり、屋根のない開放的な室内のように感じられます。家の外を眺めるとき、あなたの手に一つの額縁があったとしたら、一体どこを切り取るでしょうか。母の家のように開けた場所ではなくても、敷地を囲い、周りにどんな景色があるか、それは見たい景色か見たくない景色かをじっくりと観察する。そして空や緑など見たい景色だけを切り取ることによって、第二の庭と呼べる場所を作ることができるのではないでしょうか。景色を望むこと、それはむしろ限定することであり、思い切った判断によって選別をしなければならない。そんな考え方は私たちの住宅づくりにも大いに参考になる点かと思います。これから家づくりをする人ではなくても、景色を切り取るという考え方は、例えばカーテンの開き方や家具の配置など、小さなことからでも取り入れることのできる考え方ではないでしょうか。ポイント、美しい景色を切り取るための開口部を考えてみましょう。3、大きな窓を作るための工夫とは。この建物の南側には、リビング、ベッドルーム、バスルームと続く幅11メートルもの大きな窓があります。コルビュジェはこの横長の大きな窓のことをリボンウィンドウと愛称を込めて呼んでいました。住宅という箱に巻きつけるリボン、とても丁寧にラッピングされたプレゼントのようで、素敵なネーミングだと思います。それまでの西洋建築では、外周部に壁がないと建物を支えることができないと考えられており、これほどの大きさの窓を建物に取り付けは難しいと思われていました。しかしコルビュジェは構造上のある工夫により大きな窓を取り付けることを可能にしたため、当時の人々を大変驚かせました。その構造上の工夫ですが、このカーテンに隠れる部分に室内へ露出する形で、このように鉄の柱が3本立っています。外壁で建物を支えず、室内に露出させた柱で建物を支えることによって、この部分の外壁は自由に窓を取り付けることができるようになりました。また、この住宅では南に広がる湖の水平線とアルプスの山並みに並行するように横長の大きな窓が設けられており、雄大な景色がこの窓によってパノラマで切り取られています。そしてこの景色を最大限に生かすため、念入りにその大きさや取り付ける高さが決定されていることや、窓の上部の壁の中にカーテンボックスを室内から見えないように組み込んだりと、コルビュジェの徹底的な細部への配慮が感じられます。この住宅は奥行き4メーターという比較的細長い建物なのですが、そう思わせないほど空間に広がりを感じるのは、この横長の窓の効果とも言えます。このような大きな窓を住宅に取り入れるのは、現代でも簡単なことではありませんが、設計力があれば決して不可能なことではありません。将来こんな風に大きな窓のある家に住みたいと思った方は、ぜひ建築家に相談してみてください。
ポイント、窓の大きさはこれだけしか取れないという固定観念にとらわれないでプランを考えてみましょう。それでは今回のポイントのおさらいです。1、単純な広さではない空間の広がりをどのように作れるかを考えてみましょう。2、美しい景色を切り取るための開口部を考えてみましょう。3、窓の大きさはこれだけという固定概念にとらわれないで間取りを考えてみましょう。今回の授業はここまで。次回も母の家の授業の続きを行います。また皆様にお会いできることを心から楽しみにしています。参考になった方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。